せーの、バンドリ TV ライブ2021。わーい、皆さんこんばんは。どうも三宅蘭役の桜井彩音です。そして皆さんこんばんは、上原千張役の加藤ゆみりです。そして宇田川智役彦瀬陽子です。そしてはい、皆さんこんにちは、こんばんは。青葉もか役三沢幸香です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。さあ、バンドリ TV ライブ2021はバンドリプロジェクトをみんなで楽しむためさまざまな企画をお届けしていく生放送番組です。はい。ということで、ひーさん以外のアフターグルーが揃いました。そうですね、お久しぶりです。もうでもなかなかね、揃えないね。そうですね、揃いませんね。ちなみに私とエミリさんはこのバンドリ TV ライブ初出演だ。あ、そうなの？そうなんですか。出たことある気がしてた。いろんなやつ出すぎてもうわかんないですよね。バンドリ生放送の種類多いですよね。そうなの。確かに。何周年放送と、うんうん。あとこの間出たのはなんだ。私とサッコが出たやつ。そう。ああれはオンライントークイベント。リアルバンドじゃない3つのバンドのアルバムが1ヶ月ごと出ていて、それの合同のオンライントークイベントですよね。多分それです。出てないのによく知ってる。出てたのに私たち何にも知らない。言われるがままあの場所に行ったみたいな。いや、いつも全力でやってくれる2人がすごい好きです。いやということでね、はいスタジオ収録ですけど安全第一で盛り上がっていこうと思います。はい、番組をご覧の皆さんはですね、ツイッターで番組の感想をつぶやく際、シャープ違うハッシュタグちょっと情報弱者なのがバレてしまうハッシュタグカタカナでガルパピコ、ひらがなでフィーバー、そして半角数字04をつけてどんどんつぶやいてください。はい。それではですね、本日のプログラムの紹介します。まずはバンドリインフォメーションです。こちらはグッズや CD に関する情報をお届けしたいと思います。そして改めましてアフターグローですコーナー。こちらはね、もう皆さんご存知だとは思いますけど、せっかくのねアフターグロー会ということで、バンドやキャラを改めて紹介したいと思います。そしてガルパピコフィーバーおさらいコーナーがあり、その後ガルパピコフィーバーオンエアということで、今週は第4話をみんなで楽しみたいと思います。そして最後はもっとみんなでフィーバーということで、今週どんなチャレンジをするのでしょうか。お楽しみにしてください。はい、そしてここでガルパピコフィーバー第4話のあらすじをご紹介したいと思います。第4話はエモいなの泉というサブタイがついてまして、エモい出来事が日々の暮らしに潤いをもたらすエモいなの泉へようこそ。何言ってるんでしょうね、よくわかんないですけどエモいなの泉では幼なじみの皆様から送られてきた生きていく上ではあると嬉しい出来事、エモいなでいかにエモくなれるかを品評していただきます。それでは参りましょう。まずはこちらのエモいなです。というあらすじ。特にないんですけど、これあらすじになってます。ちょっとやっぱ変ですね。まあ4は楽しみですね。そうね。4は楽しみです。楽しみですね。そういうことで。何回エモいなって言ってんの。もう意味わかんなくなってきました。エモいなの意味が。確かに。でもなんかちょっと懐かしい感じ。懐かしい。懐かしい。これもしかして見てる若者の中には元ネタわかんない人絶対いる。そっか。YouTube でこれを見てくれてる人。本家それ。そうそう。エモいなエモいな。エモいですよ。うわ、なんかわかんない人いたら怖いな。なんか泉って何？ママに聞いてみて。ママとパパに聞いてみたら知ってんじゃない？そうだね、10年ぐらい前には。私小学生の時とかに流行ってた。私も小学生だった。絶対なんでよ。なんでよじゃない。長寿番組だからわからんな。確かに。はい。ということで、そんなねちょっとパロディっぽい内容でお届けするガルパピコでございます。はい、ということでそれでは始めてまいりましょう。バンドリ TV ライブ2021、せーのスタート。
こちらのコーナーです。追ってこいよバンドリーインフォメーションイエーイ。北佐さんの速さについていけなかったびっくりした。さあいきますよ。最初の情報はこちらです、ガルパで人気のカバー楽曲を集めたアルバムカバコレ第6今日ダメかも。大丈夫カメラもついてこないし、カメラも来なかったからね、滑舌も来ないしカメラのせいにする私ガルパで人気のカバー楽曲を集めたアルバムカバコレ第6弾となるバンドリガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム6が11月10日水曜日にリリースされます、こちらのカバコレ6にはなんと前作を上回る全21曲が収録です。ガルパでおなじみの楽曲から今年配信されたばかりの楽曲まで幅広いラインナップで各バンドの魅力を存分にお届けします。アフターグローカバー楽曲からはドントセイレイジー、サムライハート、サムライク、イットホット、ここまでベノム言えた言えたが収録されます。ぜひゲットしてくださいね。すいません、ちょっとついにドントセイレイジーをお借りすることに音源化です。息切れしてます。ついにってでもずっと前からじゃない？ドントセイレイジー。そう、ただゲームでプレイはできてたんですでけど、きてたけどフルサイズで弾けるようになるのフルサイズで聴けるんですよ今まで逆にフルってなかったの？ゲームサイズですね。そうなんだ。そうなんです。かなり初期だったような気がしますけど、1周年の時とかだもんね。本当ですよ。初期であれ歌ったの本当勇気あるな私。嫌でしょ、同じバンド内に本家いるの。確かにな。嫌でプレッシャープレッシャープレッシャーがプレッシャープレッシャーがプレスしてる。プレスブラザーサンド。はい、続いてのお知らせはこちらです。バンドリプロジェクト7周年、そしてガルパ5周年を記念したアルバムの制作が決定しております。はい。なんと収録曲はバンドリーマーさんからの投票で決定いたします。なんと各バンドの曲をそれぞれ1曲選んで投票してください。投票受付は本日23時59分まで、ぜひご参加お願いします。ここでアフターグローのね曲をちょっとピックアップしようと思うんですけども、はいいやでもわー1曲ってのが難しい。なんかトップ3ぐらいまでは選びやすいかもしれないけど、サクサク。何ですか？宣戦布告あるよ。あるある。ありますよ。宣戦布告いいよな。いいかっこいいあの曲。でも私やっぱレッドレッドレッド推しなんだよな。ああそうなんだ。赤ね。赤なんでやめてダサくするの。せっかくかっこよくなってるんだから。私結構ねヘイデイカプリチオとか好き。いいよね。好き大好なんか遊び曲アフターグローちょっと少ないんでね。そうだねき。そう王道ガールズロックが多いですから。言うんだよね。言った。でもやっぱヨロが強いんじゃないかな。ヨロ強いな。でもザットイズハワイロールはやっぱ始まりだから確かにな。エモい濃いなって思うし、サザンカも好きだしな。そうなんサザンカもエモいよね。私ジャンボリジャンボリも好きだよ。ジャンボリジャンボリジャンボリ。懐かしい。確かに。あ、でもスカーレットなんか全部あげてる。全部いいね。皆さんぜ出ひちゃうな投票今日までですね。よろしくお願いします。お願いしまはい、続きましてこちら。先日放送されたロゼリア特別番組で発表された通り、12月に開催されるロゼリア単独ライブエーデルシュタインでメンバーが着る衣装のうち1着を皆様からのアンケートで決定する企画が進行中です。全11着の中からお気に入りの衣装に投票してください。なお12月のロゼリア単独ライブはライブビューイングの実施も決定しています。ライブやアンケートの詳細は公式サイトをご確認ください。はい、続いてはバンドリガールズバンドパーティー×ホロライブコラボグッズ情報です。はい、今回のイベントを記念してトレーディングミニ色紙、トレーディング缶バッジ、アクリルキーホルダー、スクエア缶バッジセットが登場します。こちらの商品はブシロードオンラインストア限定で受注生産、受注期間は11月8日12時までとなっております。グッズの詳細、情報詳細はですねブシロードオンラインストアをチェックしてください。はい、続いてはこちらです。なんと本日 ZEP 大阪ベイサイドにてモルフォニカ ZEP ツアーアマービレ大阪公演が開催されました。お疲れ様。こちらのライブはですね配信も実施されていまして、アーカイブは10月31日の日曜日23時59分までの期間限定になっています。このモルフォニカ ZEP ツアー2021アマービレの、ライブグッズ情報をお届けしたいと思います。
ライブロゴやモルフォニカモチーフ、バンドカラーのグッズが本日よりライブ会場通販にて販売中です、詳しくはバンドリ公式サイトまたはブシロードオンラインストアをチェックしてください。なるほど。いっぱいですね。これ私ロゼリアの衣装をファンの人が決められるっていうのすごい最高。ロゼリアの衣装って本当どれも凝ってるから。可愛いよね。そう。なんか私も投票したい。して生で見に行きたいな。私デザインしたい。デザインなんで？いやアイアイしか着てくれないですよ。本当だよ。アイバイナまでも何でも着てくれるから。って言ってきて。でもそれだったら私たちアフターグローの衣装はアフターグローで。そうだよね。なんかあの時も私服だったし T シャツだったもんね。 T シャツでそうそうイベント T でしたね。そうなんかライブしないけどライブ衣装着たいな。ね、着たい。いやしなさいよもう。確かにね。もうそれはそうよね。それはしましょう。アフターグローのブロマイド作ろうよ、そしたらアフターグローのブロマイドグッズグッズじゃん。そしたらさ、別にライブしなくてもさ、なんかライブ衣装みたいにてか作ってもらってむしろキャラクターに着てもらえばいいんだ。キャラクターに着てもらえばいいんだ。でそれいつも通りじゃない？いつも通りじゃない。いつも通りの放課後でいい。放課後でいいです。違う。私たちがデザインした衣装をゲーム内に。おじゃあちょっと露出させようぜ。露出させようぜ。やめなさいよ。怒られるよ。暴走機関車。すぐで展示会とかもあるだろうから、その時になんかね作ってもらってとかいいかも。いいかもしれない。夢広がりますね。まあいろいろ情報もありますけれども、皆さんぜひチェックしてください。ということで本日のバンドリインフォメーションは以上になります。ここまで紹介した内容はバンドリ公式ツイッターなどで改めてチェックしてみてくださいね。はい、続いてはこちらをお届けします。改めましてアフターグローですコーナー。はい、ということで本日メンバーが4人揃っているということで、改めましてアフターグローというバンドについて皆さんと一緒におさらいしていきましょう。ということでアフターグローとはですね、幼なじみ5人が奏でる王道ガールズロックバンドという風になっております。まず私が演じる三宅蘭ですけれども、はい、これガルパピコの蘭ですね。ちょっと頭身低い 2.5 頭身ぐらいですかね。いつもよりちょっと可愛めな感じですけれども、蘭は負けず嫌いでアフターグローのみんなが大好きで、アフターグローのみんなも蘭のことが大好きです。ちょっと紹介の頭悪い。ピコだからそう幼稚園だよね。ピコだからさ、象組さんみたいな。みんな大好きだもんね。私もみんなのことが好きです。みんなも私のことが大好きですっていうやつです。はい、ということでそういう世界観ですもんね。ピコの中だとなんか負けず嫌い感がゲームよりもさらになんか押し出されてる感じがする。確かに、ちょっとした個性をかなり誇張して描かれてる感じかもがする。だから結構今回のエモいなの泉とかもかなりそれが助長された感じにあんな声の出し方ゲーム内では聞かない、見たことない、したことないかもやつばっかですからね。そうですね。ピコ世界ですけれども、だいぶ。じゃあ次ひまりちゃん行きましょうか。はい、じゃあ続いては私が演じる上原ひまりを紹介します。アフターグローのリーダー、明るく気遣いのできる性格だが空回りしがち今時の女の子。今時なんだ。今時なの。今時めっちゃ押されてますよね。そうなの。結構なんかリサ姉とかとスマホで写メ撮ったり、とうこちゃんとかと SNS の話めっちゃしてますよ。ギャルだギャル。ギャルだ。 SNS、あとファッション好き、甘いもの好きみたいな、もう女の子をすべて詰め込んだみたいな。そこの要素がピコではすごい出てますよね。元気いっぱい、空回り、今時っていうのがすごいなんか出てるのがピコ世界のピーちゃんな気がしますね。ひまりがいると安心するんだよね。本当。もうね、まとまる。こんなリーダーだけどちょっとなんかランちゃんだけ違う顔してる。心が一つになる。なる。シーンっていう。確かにシーンで確かに。シーンでね。そこだけみんな心つながらなくていいんだよ。シーンだこれからも心合わせていきます。合わせていきます。はい。はい、続いて私が演じる宇田川智恵です。さっぱりとした性格で仲間からの信頼も厚い、すごくかっこいい。
すごくかっこいい。なんで2回言ったの？押したな。アコのお姉ちゃん。頭悪いな。説明もうちょっとねアイデンティティみたいになってるからアコのお姉ちゃん。妹はアコじゃなくてアコのお姉ちゃんだ。そうなんですよ。信頼の厚さやばいですよね、ピコの世界でさらに。確かに。そうかも。なんか男気がすごいかも。そうかもそうかも。普通のゲームより。結構ねピコだとよりなんか大雑把感がね結構増えている可能性があります。結構ラーメンな感じ。あ、ラーメンね。そうなんか最近はソイヤ推しが終わってあー、そういや言ってた昔。あ、切り替わってきた。なんかちょっとソイヤ言い過ぎたみたいな。あソイヤいじりすぎた。ブームがね変わっていくんですね。最近は豚骨ラーメン、次は何かな？太鼓かな。続きまして私が演じる青葉モカ紹介していきます。はい。ひょうひょうとしていて周りを自分のペースに巻き込みがち Going my way な性格。まあそうですね。性格のことしか書いてないね。本当に確かに。アコのお姉ちゃんって何だったの？もう書くことなかったじゃんね。もうね。そんなことないはずなんだけど。私は逆にモカの情報としてエモいが口癖とか、パンが好きとかが書いてないから、なんかただ劇中でパンパン言ってる人いるなって思われないかが心配になっちゃう。ガルパピコだけ見てでもまあみんなわかってるよ。分かってるはず。じゃあアコのお姉ちゃん分かってるよ。やめろ。それを言っちゃおしまい。でもガルパピコってかなり短い尺での展開だからモカは尺泥棒だと思う。いやいやいや、本当贅そうかも。沢に使ってくれてるよ。使ってる本当にこっちが巻き込まれて尺ないからね。みんなちょっと短くしてって、私は短くしてとか巻いてって言われたことないですもん。好きなようにやってくださいとか、もっと伸びちゃっていいですとか、後で調整するんでって言われて。こっちで調整されてるから。そうだよ。だからお前こぼれてきたら私が巻いてんだバカ。ちょっと巻くとね、逆に監督さんがちょっとモカっぽさもっと出しちゃってくださいって言うんで、あ、じゃあいいんですかって言って大体やっちゃう。それでこっちが苦しんでるっていう。そう。ある意味ランじゃないけど合わせ台詞で先にモカがセリフが入ってるとモカの100まで引っ張っていいのか、たまたまモカがもうこぼれていいのか、これどっちですかっていう確認が必要。大体モカがこぼれていいらしい。なんかみんなに合わせてせーので言おうとすると、なんかちょっと今頑張って合わせすぎてるんで一人だけ伸びちゃって大丈夫ですって言われて、モカなんでって言われるんですよ。モカなんでっていう魔法の言葉があると尺守んなくていいらしいんですよ。ずるいな。いいな。いいわ。そしてつぐもね紹介しましょう。そうなんです。金本久子さん演じる羽沢つぐみ、頑張り屋な普通の女の子。主人公みたいな。実家は喫茶店。うん。一番星を見つけるのが得意。懐かしいその設定。それこすられてないね。あった初期からあった。まだフレッシュ。初期からあったけどそんな書くことですかここに。なんか私たちも私たちだったけど、つぐが一番ひどい気がしてきました。イラストを入れるな。だって普通の女の子ですよまず。普通の女の子。でしかも実家は喫茶店もアコのお姉ちゃんと同じぐらい。確かに。自分の情報ではない。そう本人の情報じゃないでしょ。一番星を見つけるのが得意も性格とかじゃなくてじゃない。何が伝わってくるっていうかはじゃないじゃないですか。なんかせっかちなのかなとか。でもなんか洞察力がある。いや星みたいな。これよりもさつぐってるとか入れた方が良かったんじゃん。とか。あとやっぱ星ってポビパさんと被ってるじゃないですか。そうなのよ。あんまり入れない方がキャラっぽくなるじゃない。スタッフさんへのダメ出しが入ってたけれど。いやでもね、つぐもいるとすごい癒される。癒される。癒し担当なんだ。癒しあと安心するつぐがいると、なんだろう、みんなが暴走しても、結果つぐが何とかしてくれるっていうその安心感みたいな感じでね。やっぱでも普通の女の子って大事なんだと思うんですよ。普通じゃない人たちばっかりの中での普通って個性ですよね。個性。いや結構あとこうみんながどうするって時に決めたことをガッて通すから意外と普通って書いてあるけど結構強い女の子だろうなって思うんだよね。だってこのバンドやるって言ったのもつぐがね言い始めたことだもんね。そうそう。私一番最初のさアフターグローのキービジュみたいなのがあった時にさ、つぐがさって顔してるのすごい好きなんだよ。マニアックすぎる。あと
後で検索してひかささんやってくれてるけど全然こうやって本当に本当にそれ企画だよね。企画画像作っちゃいますよ。ここに電ってね。ここで差し込みで。はい、みんなつぐのことがね大好きなんです。みんな大好き。みんな大好き。ということで大好き。ここでですねアニメ2期のアフターグローのエモいワンシーンを見てみましょう。どうぞ。セトリこんな感じで懐かしい。いいんじゃない？アフターグローといえば屋上夕焼けですよね。綺麗だよ。機材ギャラクシーから借りられることになったから前日にみんなで搬出しに行ったそれからなんだっけ？おお、つぐってるね。本当だ。だってお祭りの準備もあるし練習ももっともっとやりたいし頑張りすぎてまた倒れたりしたら大変だよ。あったあった。そんなこと倒れないように頑張る。ほらこの顔この顔。わかるわかるわかる。これこれ。いつも通りだな。ありますねこの顔最初。確かに。夕日が綺麗だな。アニメのなんて前髪が短い気がする。ちょっと短め。確かに可愛い。可愛い。いやこういう街なんだ。ねえですね。覚えてる？中学の文化祭ライブの時見たあの夕焼け。忘れるわけないよ。私たちの初ライブだったもんね。あれからいっぱい夕焼け見たね。5人で。綺麗やな。綺麗だね。綺麗ですな。エモエモい。はい、ということでちょっとね懐かしいシーンだったし、懐かしいそうね。なんかすごくアフターグローらしいシーン、凝縮されてますね。だなって思いましたけれども、なんかあれのアフレコって何年前になるのかしら。確かに。なんだろう。日記ってこと？そう、だから2期。2、3でも3年ぐらい経ってそうだよね。3年は経ってると思う。 3年前とかだと思いますうよ。わー懐かしいなってことはだってもうゲームの最初の収録とかはさらに前ですから、そうなんですよ。いやでも印象的なシーンでございました。はい。続いてはですねアフターグローの音楽をおさらいしていこうと思います。こちら皆さんお気づきですか？歴代の CD が目の前に並んでおります。圧巻でございます。ということでまずねこっちからファーストシングル「That is How I Roll」。懐かしい。はい、イントロのギターリフからぐんと引き込まれる王道ガールズロックでございます。今の何？今ちょっとイントロのギターにって紹介があったからこれって口から出ちゃった。オタクいたなんかカラオケにいるオタクいた。オタク出ちゃった。はい。ちなみにカップリングとしてトゥルーカラーなんか収録されてますね。これもいい曲ですね。これは一番最初にライブに参加させてもらった時にも歌った。そうなんだ。かなり編集つけて歌ってくれた。そうまだレイザー睡蓮がそうザ・サードカッコ仮だった時にそう後ろで演奏していただいて、でなんか私あの時の謎の思い出でエンディングしかフリートークする場所がなくて。宇田川智也役日笠陽子ですって言って間違えちゃったの？いや間違えちゃったの？人笑い取って人笑い取った後最後まで御嶽内役桜彩音ですって言わずにステージを降りるっていうあの人誰だったんだろうみたいな思い出が。陽子さんかな？何なんだろう？日笠陽子さん高いみたいな。そう日笠陽子さんってこういう人なんだみたいに思わせて帰ってしまったファンの方そういらっしゃったらすいませんでした。大丈夫です。今ちょっと日笠さんの顔を見て思い出しました。セカンドシングルいってください。続いてはですねセカンドシングルが「ヘイデイカプリチオ」ですね。これセカンドなんだ。だいぶセカンドから。勝手にファーストがイメージだったんで。嘘。ザットイズハワイロールをコーラスで参加したのがね結構この辺り。そっかそっか。ザ・トイズ・ハワイ・ロールは他の4人の声一切入ってないんですよ。私がダダこねたんです。みんなで歌いたいって言って。セカンドから私たちの声も入った音源になりましたね。これはテーマが肝試しで、なんかちょっとハロウィンっぽくもあるし夏っぽくもあるみたいな楽曲でございます。でコミカルな曲調とメンバー同士の掛け合いが賑やかな楽曲です。カップリングがスカーレットスカイですね。さあ続いてサードシングル「つなぐ空模様」ですね。
アフターグローのバンドストーリー2章にふさわしいエモさあふれる楽曲です。カップリングがジャンボリージャーニーですね。こちらもまたちょっと雰囲気の違う楽曲となってます。続いてはフォースシングルがヨーロ。これはね、いろんなバンドがもうカバーしてくれてて、今やそうですね。それこそパスパレちゃん、あやちゃんがカバーしてくれたり、あとこの間あいみから連絡が来て、ポピパがなんかカバーしてくれた。そうなんだ。ライブかなんかで。嘘。アフターグローを代表する楽曲の一つになってるかなと思うんですけど、結構これはジャケットが意外と珍しい、アフターグローの中でも珍しい、大人っぽいかも。衣装感なんだよね。そうかもですね。衣装がカジュアルじゃない。アフターグローってあんまない。ちょっとなんかロゼリアとモルフォニカの間ぐらいの。確かに可愛い。これもいい印象。いいですね。カップリングがコミックパニック。面白かったよね。かなりキャラクターのね掛け合いがわーってあって明るい曲になってます。さあ続いてはフィフスシングル「オン・ヤー・マーク」ですね。アニメ「バンドリ」セカンドシーズンの挿入歌として書き下ろされた楽曲で、カップリングの「ランブリングメモリー」はですね、幼少期のメンバーを想起させるノスタルジックな楽曲となってます。ちょっとしっとりしてるのがね、またね。そうなんです。ほっこりする感じでしたね。そうだ、結構なんていうんですか、A 面 B 面というか、1曲目2曲目で雰囲気の違う曲を毎回収録してたりなんかして楽しめるかなと思うんですけど、さあ続いてはシックススシングル。めっちゃあるな。シックスシングル。イージーカムイージーゴー。はい、こちら。ハートフルかつ爽快感あふれるロックアンセム。アンセム。アンセムって何？なんかめっちゃよくサッカーみたいな。ウォー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 みたいなやつか。ああ、そういうこと？こうちょっと肩組んでる。多分ここの今流れてるところ？かな。かもしれない。そういう感じ。でカップリングがいつも通りのブランニューデイズ。いいですね。はい。ジャケもやっぱ可愛いし、振り返っていくとなんか懐かしい感じ。懐かしいね、本当。セブンスシングルサザンカー。そっか、これ表題なんだ。そう。嬉しいね。ね。ガルパ内でも人気の曲で、ランとモカの掛け合いが魅力でございます。でカップリングが I Love Your Way ですね。はい、これも元気な曲でね。そうなの。かなり自己肯定感上がる感じの楽曲になってます。そしてこちらファーストアルバム One of Us ですね。2021年の3月にリリースされた最新作となってます。そうか、これがファーストアルバムなんだ。そうです。やっと最近発売されたんですよ。ファーストは。新曲含めた全11曲が収録されてます。ということで、振り返っていくとかなり歌ってきたなって。本当に曲多い。思いました。カバーも合わせたらもっと倍以上ありますからね。バンドリの歴史を感じますけれども。ということでこのコーナーはここまでとなっております。これからもアフターグローをよろしくお願いします。続いてはこちらをお届けします。ガルパピコフィーバーおさらい&オンエアコーナー。オンエアまでの間、まずは皆さんからいただいたメールご紹介します。はい、じゃあ私の方からはい、こちらはのぶちーさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんアフロー。アフロー。またカウントダウン出てる。や
ながら5人全員揃うことはできませんでしたが、なかなか揃わないことで有名なアフターグローのキャストの皆さんが4人も出演されると知った時は嬉しすぎて涙がちょちょぎれそうでした。いつかまたあの日の放課後デイズのようにアフターグローが全員集合される日が来ることを心より願っております。最後に質問ですが、アフターグローのキャストの皆さんで今後やってみたい企画は何かありますか？ちなみに私は運動会をやってほしいです。運動会か。私たち声優だよ。声優。一応ね。運動してるイメージないもんね。なんかね。はい。私はみんなで江ノ島に行きたい。江ノ島ね。江ノ島ね。どっちが本当か分かんなくなっちゃう。江ノ島行きたい。でロケやってロケやりたい。やりたい。ロケ DVD とか作ったり、なんか YouTube 番組にしたり、あとエミリーさんとか写真とかも撮ってもらって、ブックレット作って売ろうよ。やりたい、めっちゃその上でさ、なんか期間限定のさ、なんか SNS をさ開設して誰かが頑張る。アフターグローですみたいな。自撮りとかしてそれを載せていくのね。ひまりが頑張る。私が全部じゃん。全部。エミリーさんの負担半端ないから。確かに。みんなで分担しつつ、タコせん食べたりさ、タオル、ランがかぶってたタコのタオルとかもグッズ化されてたから、あれをブシロードさんに持ってきてもらってかぶってあやめる。おう、オッケー。いいよ。いややりたい。みんなで水族館行って水かけられるから。そこまで決定なんで。いいじゃん。行きたい。私もみんなと遊びたいと思ってた。さんの本当に遊ぼうとしてるでしょ。遊びたい。普通に遊びたい。私運転するよ。運転する。運転してみんなを連れてくよ。その代わり多分車大体多分5人乗りだと結構大変だから、誰か一人はちょっと徒歩で。なんで？誰か一人は徒歩でちょっと来ていただいて。ギリ乗れる？私やっぱね、そういう時はね、私ですよね、大体ね。いや詰めれば乗れるでしょうよ。いやだって一人だけ違うクラスになっちゃうしたら、しょうがないな。そういうとこですよね。そういうとこかもしれない。そうなんですよ。はい、あと27秒。本当だ。そうですよ。もう少しで放送ですよ。意外とそう、もう少しですから。それだったら車2台で行きましょう。私運転します。おすごい。2台で。競争だ。いや安全安全。一車線のとこも多いですからね。そうですね。さあ第4話オンエアまであとわずかです。5秒になったらやりますよ、カウントダウン。はい、5秒です。4、3、2、1、フィーバー。ガルパピコフィーバー。エモいなの泉。始まりましたエモいなの泉。司会の青葉もかです。イエーイ。なんなのこれ。この番組では皆さんが体験したエモい話を披露していただきます。エモい話？さあトップバッターは、これは羽沢コーヒー店で起きた話なんですけど、羽沢つぐみさんのエモいな。どうしたのモカ？ラン、一口もらっていい？いいよ。何？やめてよ、恥ずかしい。92エモいです。続いては宇田川智恵さんのエモいな。うまかったな。ニンニクマシ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 。どうした？元気ないな。いや、よくそんなラーメンばっかり食べられるね。嫌だったか。違う。嫌とは言ってないでしょ。だから私の話はいいって。98エモいです。続いては上原ひまりさんのエモいな。いくよ、ラン。それ。まる。それ。どう？最後はモカちゃんの番です。もはや話ですらない。ちょっとさっきから私の話ばっかり。みんなランのことが大好きなんだよ。
私だってみんなのこと。ということでエモい話を披露してくれた皆さんには山吹ベーカリーのメロンパンをプレゼント。また来週。結局何だったの？ピコタルモノフィーバーせねばならガルパピコキンキックフィーバー有頂天でご機嫌で歌いましょう向かうとこ敵なしガルパピコキンキックフィーバーオーバーだわほらみんなでつないだ心に生まれた大切な物語大好きなんだよガルパピコ。というわけで皆さんガルパピコフィーバー第4話いかがでしたでしょうか？ランが可愛いだけ。そう平和な世界だったねひたすら怒ってましたけどね、ランは。ランは怒ってたけどやっぱセリフが多いっていいなそういうこと？あれですらランはセリフ多い方なので、あ、確かに。そ確かにそうかも。でもランがツッコミって珍しくない？う確かにだから声を張り上げるのってゲームでもあんまりないよね。やったことないんで、なんか新鮮だったからすごいよく覚えてます。ガルパピコ時空だからこそ。だからこそ、あとなんかやっぱ二頭身？あれ三頭身？二頭身二ぐ頭身らい。二かな。でより可愛さがねうんアップして可愛いる。今更かガルパピコの話として。確かに。さっきもさっきですからね。もう何期だっていうそうそうはい。個人的にはランのエモい話が聞きたかった。聞きたかった。何をあげるんですかね。確かに。みんな自信満々でもうネタありますって感じで座ってて、なんで私ここに連れてこられたのみたいな感じの顔してたから、あれでどうひねり出してくれるのか。確かにでもラン的には2週ぐらいしたかったかなあれ。ラン的にはっていうか桜的にはか聞きたかった、もっと聞きたかったね、すごいいい話がいっぱい聞けて、いい話いっぱい聞けた。ゲームでもアニメでも見られない今まで見れなかった表情と、今までっていうか普段あんなことしてるんだメンバーたちっていうあのテニスは何だったんですかね、ひまりさんの。ただの自己満足ですよね。ごめんねそれ言ったらみんなですけどね。確かにね、みんながニンニクマシマシマシだったもんね。マシマシのマシマシ。そう私は絶対食べたくない。無理ですね。いやー、すごいみんなで見られて感動でしたけれども、じゃあコーナーに行ってしまいたいと思いますよ。こちらのコーナーをお届けします。もっとみんなでフィーバー。わー、はい、ガルパピコフィーバーの放送を記念してさまざまな企画にチャレンジしていくコーナーです。今回はこちら、エモいなの泉リアル版。今なんか SE 入った。なんか違うの違う、何度もでも言うよ。エモいなの泉、みんなで顔見られながらやるのはちょっとやったことないやつだった。はい、アフターグローの活動や作品の中から一番エモいと思ったことを順番に発表していきます。他のメンバーはお手元のエモいなボタン、私たちの目の前にあるものを押してエモい度をジャッジしていきたいと思います。さあ、早速手元のスケッチブックにエモいものもう書いていただいていると思いますので、発表していただければと思います。お陽気な人来ちゃった。誰だ？普段芝居うまいだろ。ちょっと待った。何これ。すいません、急遽ちょっと参加させていただくことになりました。羽沢つぐみ役の金本久子です。すいません、急遽お邪魔します。確かにコーナー頭からそこ空いてるなって思ったんですよ。だからもう早く次行かねえかなって私は思ってだってちょっとひかせさんおとなしかったもんなんか。早く急にもうおかしいから空いてるからって思ってた。そうですよね。そうだったもん。早く。というわけでアフターグローバー5人制覇ですよ。やったー。いや、発表されてたのは4人だったから、どうしてもあと1人揃えられんかと思ってたんですけど、なんとか金本さん側も番組側も調整して、このコーナーから出ていただくことになりました。嬉しい。よろしくお願いします。放課後デイズ以来の2回目の
アフターグローが揃う。ほんまや。あと雑誌の表紙がありましたね。撮りました。あれくらい？放課後デイズの後？前？あとやるよっていうのを記事に載せてもらうやつじゃなかったそうだった。怖い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 。その時が経ってます。 5人揃った。よかった。ありがとうございます。これが当たり前になればいいのに。ね。いつも通りにこれがなってほしいですね。ほら全員スケジュール出せよ。あなた忙しいでしょ。かなり上位で。じゃあ改めましてコーナーに入っていきたいと思います。エモいをこのね、皆さん手元にありますからね。発表したいなと思う方からしていただいて、じゃあジャッジしていきましょう。どうしよストップウォッチを動かしてなかった私。動かしてなかった。です。大丈夫です。私からお、サックから。私からいき悩んでるます。。どうぞ。はい、書きました。発表します。はい。ドン。たまに動くグループライン。わかる。あ、私もそうか。今わかるでちょっと。エモい。いっぱい連打したそう解説をしていただけますでしょうか。これまあね、アフターグローもこう作中でグループラインっていうか、LINE なのかわかんないんですけど、グループを組んでて、で私たちもやっぱりイベントがあったり撮影があったりするときに何かとあると便利だって言って組んだじゃないですか。あれがね、たまに動くわけですよ。で自分がいないところでも何か誰かが稼働してると「今日はお疲れ様でした」って言って3人とか2人とか4人とかの写真が上がったりとかするのがエモい。勝手に参加した気になってる。写真には写ってないくせに。でも私以外の4人のみんながなんかやった時に送られてきた時に、本当に大会しようかな。もともと入ってなかったんだっけ？いやそんなに入ってなかったっけ私？いや入ってた。だって入ってたから送られてきたんでしょ。そうだよね。何を言ってるんですか。悲しかった。悲しい時もあるよ私は。それも含めてエモい。そうだね。なんでしゃくれちゃうの。しゃくい。まあジャッジとしましては大エモか大エモ。な。やっぱりエモいので大エモです。そうだね。ちゃんと動いてるからね。動いてます。たまにがいいのよ。そうリアルでしょ。うん本当に信頼し合って衣装の相談もし合ってる感じがしていいでしょ。確かに。でも今日は相談してないですね。そう。ですね。なんかいい感じに立ち位置とかもそんな気にしてなかったのに、いい感じにばらけつつアフターグロー感がある衣装をみんなそれぞれ着てきて、これもまたエモいなと思いますが、さあ次の発表お願いします。はい、じゃあ私にしよっかな。はい。じゃあ私のエモい話はこちら。じゃん。イジカムイジゴーでエイエイオーを歌えたこと。おー。エモおさまそう、これ2番の時にみんなでエイエイオーっていう風に歌えたじゃない？はいで私これ初めてのレコーディングの時に感動しすぎて泣いちゃって。レコーディング中に一人だよ。一人なんだけど。そうだよね。一人だよね。一人なんだけど、今まで作中でももうほとんど言われたことがないみんなのエイエイをここでここでみんなが歌ってくれるんだって思った感極まって。ごめんね。逆に。なんかかなり限界だったんですね。寂しかったんだ。寂しかったんだね。言いたい気持ちはあるんですけど、台本にシーンとか書かれてるちゃん。そうなんですよ。いつも通りの流れをやっちゃうとあれなんですけど、楽しんでくれてると思ってたひーちゃん自身も。ひーちゃんはね、まあこの一連の流れとして楽しいんだけど、私加藤エミリとしてはもうここでついにひらりちゃんが一緒に今も泣きそう大丈夫？かわいそうだよ。もう歌ってる時に声が上ずっちゃったりとかして。そんなに？でも本当に何十回とやってきて一回も言ってないもん。そう。本当に言って
ない。はい。ねそう今もいろんな収録がねなんだかんだ続いてるけど最近も言わなかった。そうですなんかね。だいたいカッコシーンって書いてあるところでっていう息を入れる。これ全くの無音ですか、それとも吐息ありですかって大体監督さんと打ち合わせる。シーンって言いますかとかっていや言わなくていいですみたいな言われちゃう。ね、そうみんながそれで話そらされたところでなんで言ってくれないのっていうのが一連の流れだったんですよね。様式美。でもだからでもこれがテストの時だけでもおーって言うようにするね。ありがとうしますね。テストだけね。最近みんなで取れないんですけどね。そうですね。気持ちだけね。まあこれ私の中ではかなりエモかったよ話でした。いや音源としてもね、ちゃんと残ってますから。そうだね。エモいに違いない。これも大エモ。やったー。大エモでございます。エモい。いいですね。あ、押してる。押しとこ押しとこ。いっぱい押しとこ。じゃあね。次は私がお、行きますか。いきますよ。いきますよ。はい何ですどうぞか。ドン。いや笑うとこじゃない。ラですか。ラ。やのラ。屋根にラだ。腹ですか。ねみんなもしかして漢字習ってない？小学校からやり直せ。今でしょうが。今でしょ。あーうわー先輩やめます。懐かしい。そんなの求めてたんじゃない。懐かしい。今エモいってなる予定だったのに。じゃあ。じゃあ。やめよみんなやめて押さないで。やめて気使わないで。やめて慰みエモ。今でしょ。久しぶりに今5人揃いましたからね。確かにこれはエモい。そこよ。ひーちゃんがいることによって今ってなったわけ。嬉しいふふふじゃないわ。でも私苦笑いしちゃってんだ。めちゃめちゃ嬉しいです。たまに現場でね顔見ることはあっても、なかなか話すタイミングがなかったりするので、確かに。はい、集まれて嬉しいです。スケジュール調整してくれてありがとうございます。ありがとうございます。いや私じゃない誰か。ありがとうございます。じゃあ今今やっぱり大エモでしょ。大エモ。気使わないで。教育でいいんだよ。いやだってエモいじゃないですかこの瞬間ね。嬉しい。はい。じゃあ三沢行きましょう。三沢はですねこちらバンドリフィルムライブセカンドステージアフターグローライブシーン。最近あったアフターグローっぽいエモいことといえばやっぱりね劇場版の映画第2弾のアフターグローのライブシーンエモかった。すごい熱いし普段の感じが出ててよかったなって。 MC とかでなんかメンバーたちがサウンドオンリーライブとかも今まで YouTube とかでやってたんですけど、それは瀬戸利通り流してなんか時々 MC があってって感じだったのがやっぱ 3D で動いてくれてる感じと音響のこだわりもあって私たちはなかなかライブでステージに立つことはできないんですけど、アフターグローっていつもこういう風にライブハウスとかに立っててこうやってライブをしてるこれがいつも通りなんだっていう空気をすごい感じられた。確かに。熱いメンバーたちの表情とかだんだん曲数重ねていくとみんな汗ちょっとずつかいたりとかしてるのが生きてるって感じがしてすごくエモかった。いかがでしょうか。わかる。エモい。エモいでしょ。もう勝手に決めます。大エモ。なんか司会者権限入ってない？入ってますね。経験者なんとですね、ちょっとここ耳寄りな情報があるんですけれども、フィルムライブのライブシーンがなんちゃらなんちゃらって言ってる三沢さんの言ってることがちょっと見てないからわかんないなとか、ちょっと一回見たけど忘れちゃったという方、10月30日に渋谷にあるツタヤオーイーストで無発声応援上映会というものを行いますので、よければ皆さん熱い思いをまたたぎらせていただければと思います。いいな。宣伝でした。また見れる機会があるって嬉しい。ねえ、しかもライブハウスっていうのがね、無発声でも応援上映会。触れるんだ。2人会場でいいのかな。ね、エモいのでぜひその瞬間をまだ見てない人は見てほしいなと思います。じゃあひーさんもエモい瞬間ありますか。はい、あります。私はこちら。音声や歌収録の時、先に誰かが撮ってあると嬉しい。これはそうなんです。ありがとうございます。わかるエモいですね。でもなんかあれは
収録の時もですか？収録の時も、歌はあんまりその、ランちゃん以外はコーラス参加なんだけど、入ってると聞きながらできるんで嬉しいし、そうゲームの時も誰かがせーのって取ってくれてると乗っかっていけるから嬉しいです。いいですか？私ちょっといいですか？はい。私歌の時はランが入ってくれてるとやっぱ主戦だからすごいありがたいんだけど、ゲーム音声収録の時にサックが先に撮ってるとごめんね嫌な顔してなんか何かを物語ってるんだよな。なんかこれたまに来るクレームなんだよな。一同みたいなセリフがあるんですよ。でその時にみんなで合わせるために最初に撮る人がせーのあーみたいな、せーのを一番最初にサックが入れてるとなんかねめっちゃ間が空いてんの、せーのの意味をなしてないせーのを入れてくんのよ。せーのおーみたいな。いやせーのの意味ないじゃんみたいな。めちゃ顔見て顔。あやなの顔。イージー。だから毎回収録に行くとき、今日誰かな、今日のせーの誰かなって思いながら。ちなみに私、せーの言うの大好き。嬉しそうに言いやがった。大好き。なんで？なんで？自分のペースでできる。てめえ。そっか、それってランだからあのタイミングってことじゃなくて他のキャラ演じてても大体あのタイミングってことなのかしら。どうなの？でもどの現場でも下手って言われます。嫌がられます。ただランは、なんかちょっとなんでそうなってしまうのかっていう分析をなんか他の人がしてくれたことがあって、そのせーのからキャラでやった方がいいんじゃないって、私なんか地声です。はいせーのって言ってそこからランに切り替える時間が滞空時間が多分みんなには都合が悪いんだよって言われて、ああなるほどと、じゃあ最初からキャラでやればいいんだって思って、最近はキャラでやってるので上手です。そうなんだ。最近でもランのせーの私聞いてないから。本当？ひまりちゃんがせーのの時も結構いやもうひまりのせーのの時でもうみんなひまりだー。なる。せーの。ほらイエーイなんだえいおーでおーを返さない分。なんかそんなランのせーのの経験を積んだのか、だんだん私ランのせーののタイミングが分かってきた。わかる。そう。今はめっちゃ合わせられるの。すごい。全然。私が世界の中心になってきてる。甘えんじゃねえぞ。なんかせーのでみんなこうなんだけど、一拍ちょっと遅いんだよね。なんかせーの。おーみたいな。こんな感じ。これからもみんな頑張ってくれたね。自分を改めてくれよ。でもなんか誰かの声があるとよりなんか楽しく収録できるっていうのはめちゃめちゃわかるので、大エモでございます。大エモ。それでは皆さんあのことを一つも触れてないのは逆に不自然なのではないですか？エモいことありましたよね。私もう一枚書いたよ。私も書きましたよ。実は。選べなくてね。そうそもう一個書いたの私も。これはやっぱ書かないといけないかなと思って。ね。じゃあ一斉に出しますか。はい。いきますよ。せーの。放課後デイズ。そりゃそうだよね。そうだ、エモエモ。これはエモい。エモいでしょこれはでもなんか誰か一人があげるとかじゃなくて、もう誰もが思ってる。逆にこれ入れちゃうと全員これになっちゃうぐらいの勢いだから。そう思いましたね。これは初めてお客さんの前で集まれたし、あとトークだけじゃなくて、ライブコーナーもね、初めてだったよね。初めてバラバラでいつも収録してるものをみんなで歌った時のあの高揚感というか、お客さんの待ってたよの顔がライトで照らされてすごい一体になったあの瞬間は本当に忘れられない。すごかった。1億エモい。これは1億エモい。1億エモい。1億エモい。でもまたやりたいね。またやりた
たい。思ったね、本当にまたやりたい、あの景色忘れられない、なんかみんなの顔もよく覚えてて、ステージで歌ってる時になんか恥ずかしいからあんまり目合わせられないのに、あの時はなんかもう見渡しちゃって、あ、みんないい顔してるランが乗ってるじゃん。かっこいい。嬉しい。あんなところにほくろあるんだ。見すぎだよ。目がいい。みんな綺麗だった。ありがとう。あやねるも綺麗だったよ。ありがとう。まあみんないつも綺麗ですけど、今も綺麗ですけどね。やっぱね。すごい取ってつけた感じ。私でもあの時にあやねるが履いてたパンツの切れてる生足が忘れられない。わかる？なんかすごいギリギリのところにそうダメージが入ってて、切れ込み、あれ実はなんだっけな、ボイスブロディさんかなんかの撮影の時にもあのパンツ履いてて。なんか同じパンツ履いてるのバレるの嫌だなって思って自分で切ったんですよ。知らなかった。切り込み足してたのあれ。すごい。そうなんだから恥ずかしいけど見比べてもらうとどこに自分でハサミ入れたかわかるって。こいつここ足したなみたいな。メッシュもつけてたよね。あれ自分で持ってきてた。メッシュ、あれは自分で持ってきた。すごい。そう恥ずかしかったなんか。なんで？メイクさんになんかこれつけてくださいみたいな。ここの部分になんかつけてください。なんでそんな言い方するの？なんでもぞもぞ言うのよ。可愛かったよ。ありがとう。すごいいい。エモかった。エモかった。あの一日はエモかった。ね、1億エモい、めちゃめちゃ素敵。またぜひこの1億エモいがね、何十億エモいにもなるように、ぜひ放課後デイズ2がいつかあるように頑張っていきたいと思います。それでは以上、もっとみんなでフィーバーでした。ではバンドリ TV ライブ2021そろそろエンディングのお時間です。ここで番組のお知らせです。毎週木曜23時よりバンステ2021が放送中です。こちらはバンドリの過去のリアルライブで演奏された名曲たちをピックアップする番組です。今週は全曲レイザー水蓮の楽曲のラス特集を放送。過去のライブを見ながらここだけでしか聴けないエピソードトークも。TV ライブの後はこちらもぜひご覧ください。はい、ここで次回の出演者の発表です。花園大役大塚紗恵さん、大和マヤ役中上郁美さん、若宮イブ役畑佐和子さんです。次回もお楽しみに。楽しみですね。はい。ということで、いやお送りしてきましたけど、途中からひーさんもね参加してくれて嬉しかったです。本当にこちらこそありがとうございます。またねこうやって5人で次集まれるのがいつなのかわかんないですけれども、なんか5人でやり残したことありませんか？じゃあなんかこういうなんかハート作るこういう。女子高生っぽいやつ？これ本当に見えてる？見えてる。すごい。すごい。これスクショタイムってやつじゃないの？スクショタイムね。何これ？あ、ちょっとスタッフさんこれ告知ツイート用に写真撮ってください。確かに。告知ツイートこれでお願いします。今これ告知ツイートで。いきますよ。はい、チーズ。もう一枚。せーの。ありがとうございます。エモいですね。収録中に撮るっていう。いいですね。まさかの展開でしたけど。ライブ感みんなと写真撮ろうみたいなのあるもんね。ある。よし。今っぽい。ということで満足しました。それではバンドリ TV ライブ2021、今回のお相手は三竹蘭役の桜彩音と上原ひまり役の加藤恵美里と宇田川智恵役日笠陽子と狭間つぐみ役金本久子と青葉もか役三沢幸子でした。この後 YouTube バンドリチャンネルや東京 MX 他にて23時からバンステ2021がオンエアされます。皆さんぜひ見てくださいね。それではせーの、バイバーイ。